皆さんこんにちは。リング級ポッドキャスト日本語ホストの夏美です。このポッドキャストではさまざまなゲストをお呼びして日本語でいろいろなお話について喋っていくポッドキャストです。このコンテンツを使って日本語の勉強だったりとかさまざまな言語学習にも使えるので、興味がある方はディスクリプションの方からチェックしてみてください。それでは第2回目の、ゲストをお呼びしたいと思います。2回目のゲストは私と同い年でもある友達なんですけど、アーティストとしてさまざまな活動をしている田中みりちゃんに来てもらってます。お願いします。はじめまして、田中みりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと2人で日本の現代の20代の、女子トークとかをしようねって話で。いいね。何でも話します。よろしくお願いします。なんで一番最初あれなんでミリの自己紹介の方からお願いします。はい。夏美とはもうずっと友達なんですけど、同い年の田中みりと申します。アーティストとして活動を始めたのは18歳高校生の時からで、音楽番組の MC をやったりとか、音楽がやりたくてオーディションを受けて事務所に所属したんですけど、最初音楽番組の MC やったりとかテレビでレポーターとしてちょっと活動したりしつつ、父親がずっとラグビーをやってたのでラグビーがすごい大好きでラグビー好きをもう本当にいろんなところで全然関係ないその音楽番組とかラグビーに関係ない番組とかでずっともうラグビー好きラグビー好きって言ってて、でそこからラグビーの中継番組試合の中継番組のテーマソングを歌わせてもらったりとか、ラグビー方面のお仕事も結構増えて試合の解説とかやったりワールドカップの公式の2019年日本でありましたけどワールドカップの公式ファンゾーンの司会と間にねちょっとミニライブやったりとか選手の人にインタビューしたりとか、そういう仕事もやったりしてて、でいろんな国の方が見てると思うんですけど2019年ワールドカップさまざまな国の人が日本に来てくれて、でおもてなしを日本開催が初めてなのでおもてなしを私たちなりにしようということで、もともと日本代表のキャプテンだった広瀬俊明さんっていう方ともう一人ミュージシャンの村田匠さん、その方もラグビーにゆかりあるミュージシャンでの、3人でスクラムユニゾンという活動をずっとワールドカップ期間ちょっと前から始めてまして、国歌とかいろんな国のラグビーアンセムを歌っておもてなしする活動をしてて、でワールドカップが終わった後も、20カ国来た日本の君が代を含めて20カ国分あったんですけど、もったいないのでもうラグビーに関係のないインドの国歌だったり、トルコの国歌だったりサウジアラビアの国歌とかいろんなサッカーが強い国やってみようよとかスポーツチョイスをしたり、それこそ私たちカレー食べてるよねっていうことでインドの国歌をチョイスしたりいろんな国ラグビーの国を飛び出していろんな国の国歌を歌う活動も、私はしてます。そんな感じかな。なるほどね。本当にすごいいろんなことやってるよね。昔そうだね。なんかあんまり多分カテゴライズしたくなかったっていうのが多分あって、もともと音楽やりたくて事務所に所属してというかねデモテープ送ってオーディション受けたんだけど、なかなか私たちが高校生ぐらい本当に中学ぐらいからだけどなかなか CD とか買わなくなったじゃない。やっぱサブスクがあったりとかそうでしょYouTube とかもそうだから無名の子が音楽を急にやってもやっぱ難しいよねっていう話をスタッフさんとしてて、でも音楽好きなんだったら音楽番組の MC とかそうやってみなよっていうところからそのね MC の仕事とかもやるようになって、意外と喋るの好きだなとか、いやめっちゃなんか上手だと思う。本当に喋るのが私よりホストやった方がいいと思う。そんなことないでしょそんなことないけど、だからいろんな仕事を自分自身も
狭めずに音楽しかやらないとか、うんうんうんかたくなにならずになんかいろいろやれることってあるなと思って、なんかいろんなことにチャレンジしてる姿自体もこう自分の価値としてありだなっていう、こういろいろやってる好きなことはやろうよみたいなところもなんかこう自分らしい表現というか、歌ってる姿だけじゃなくてチャレンジしたり好きなことをやってる、それこそラグビーの解説とかもまさかそんなことすると思ってなかったけどまあ好きなんだったらねいくらでも喋れるし正直、なんかそれでいいな、それが私っぽいし、それでこうみんなが好きな気持ちとか好きなことってこう大事な感情だなみたいな風になるのが、ね、なんかもしかしたら自分の望ましい姿かもしれないなっていうのは思うね。いやなんかミリのやってることとかもさ、すごい自分が好きなことを追求してって、それが仕事になって、それを一生懸命いろんな人も周り巻き込んでみたいな感じで、本当にやりたいことをガンガンやってる同級生のしかも女性で頑張ってる子っていう感じにすごい多分他から見ても思うと思うし、なんだろう、そのやっぱなんだろう、日本においてそのガンガン働くとかさ、あんまり受け入れにく、されにくかったりとか、されやすいところだったりとか、なんか結構いろいろあると思うけど、どう思うと思ってなんかそういう女性だからとか、なんかそういうの感じたりするね。でもだからそうなんか高校生の時とか仕事始めた時にそこまでこうそれが原因だと思ってなかったけど、振り返ってみればそういうところでちょっと舐められてたなとか、なんかできないって思われてたことあったんだろうなっていうのはこう年を重ねるうちに気づいてきたりするようにはなったし、なんかだから自分の意見をこう持ってた方が強いというか、言い返せるっていうかそこもないまま言われちゃうと本当に言われるがままというか、別に女性だからっていうことで自分が引っ込んでるわけじゃなくて、返せる言葉がないから返せないこともあるじゃん。でもそうじゃなくて返せる言葉を持てばいいんだっていう、だから女性だからじゃないですよ、私はこれがやりたい、人間としてこういうことがやりたいとか、じゃあこういうじゃあそれこそ出演、私は今事務所21ぐらいで辞めてフリーランスで今はずっと仕事をしてて、だから自分で打ち合わせ行ったりとか、自分でいろんなこう連絡を取り合ったりも、コンタクトもねいろんなスタッフさんと自分でやってる時に、やっぱりこう私の今までの活動を本当に面白がってこう仕事を振ってくれる方とかって、やっぱりこうなんか人としての私の魅力だったりこうやりたいことをすごい見てくれてるなと思って、なんかだから自分でこう選択するような仕事の形にしてよかったなって思う。もしかしたらもう本当にこう10代から仕事してなんかうまくいってっていうのは、それはそれで怖いことというか、それこそいろんな女性だからということも含めてつまずくことがあったかもしれないけど、結局自分がやらないと何も進まないっていう、そうやり方にしていったから、それはなんかいい意味ですごいファイトするというか自分もいい年齢になって終わりだもんね。そうだからもうやっぱりなんかそこはこう信念を持って強く生きないとなとは思うけどね。なるほどね。確かに。でも本当自分でやってると本当自分次第じゃん。だからなんか落ちたりしたらそれも自分次第で上げなきゃいけないしとか、なんかその一人でやってるからがゆえに結構その周りからのなんかいろんな意見もあると思うの、きっと。特に一人でなんかフリーランスでやってたらさ、いろんな人にも出会うだろうから、そういう人からなんか恋愛の方はどうなのとか、仕事のこれはどうなのとか、なんか本当いろんなことつつかれると思うの。なんか若いし可愛いし、なんかシェア法されたりとか、そういうのはどう思うなんか結構ある。でもでもってか年齢はさ、やっぱりこう、どうしてもこれも日本の風潮なのか分かんないけど、やっぱ若い子好きじゃん。確かに。なんか日本のロリコンかな。何なんだろうね、こう
なんか若いうちが花だからさとか言われるとすごいイラッとする、確かになんかもうなんかみたいな。そう人間って経験を重ねたりさ、いろんな人とそれこそ出会って仕事をするようになって、自分の人生をこう重ねていった結果がどんどんまあね仕事の価値になったり、私だったら表現するこう材料になったり発する言葉に出てきたりするのに、結構こう若いうちが花って何みたいな可愛いだけ、例えば可愛いとかそういうこうビジュアルだったりピチピチしてるだけの価値ってどういう意味合い、その世間に対してというかどういう意味合いなんだろうってすごい考えることもあるし、そういうことを言われなんかでももうすぐ今年27になるじゃん、もうすぐ30かみたいなそうですけどみたいなね、本当だよね。いやいや生きてるし、すごいそうそれは生きてるし、で一番楽しくなってきたコロナとかでね、結構この2年それこそね、なんかその世界的な活動とかもあまりできなかったし、そのスクラムユニゾンとしてもうちょっとやりたいこともあったけど、ストップしちゃったこともありつつ、でも確実に自分が年を取っていることを毎日感じてて当たり前なんだけど、わかるそれでしょあっという間に1年終わったみたいな。でもそう思うとなんか26とか27とかから私はすごい楽しいかもって最近思ってて、もともとすっごいなんか根拠がない話なんだけど、自分の人生が28ですごい華々しいものになるっていうのを多分ね小学生ぐらいから言ってたの。全然何の理由もないし、すごいそのなんでって言われたら答えられない、そう答えられないんだけど、28歳は超楽しいっていう持論が勝手にずっとあって、で逆に今をこうそうじゃんって思うと、確かに今ぐらいからこう自分で丁寧に仕事を選んだり、こうやって友達だったとしても、こう意思がある友達が自分で起業したりやりたいことをやっていくようになっていって、そういう力をこう集められる人脈と、頭とエネルギーがやっぱ26、7ぐらいから始まってというかこう湧いてきて、なんかやろうよって言ったことを本当に形にしようとする仲間と、それまでの人脈、いろんな本当に仕事してきた人たちとの力を借りたりとかでね、やっぱりそれで自分でお金を稼いだりもするし、着たい洋服が着たりとか、なんか確かにアラサーぐらいからってなんか女性としてもそうだしめっちゃ楽しいかもみたいなのは最近ちょっと思ってる。でもなんかなんとなくすごいわかる気がする。なんか、今が何エンドだから今急がなきゃとか全く思わなくて、これからの方が全然すごい、人としての魅力ももっと経験値が上がるしからもっとつくと思うし、女性としてもなんかその日本の社会だからなんか早く結婚しないと賞味期限切れちゃうからみたいな、なんかああいうのは本当になんかもうみたいな失礼だよね。でもなんかどうなんだろうね、なんかこの私たちのさジェネレーション、世代的には30ぐらいで結婚するとかそういうのが当たり前とか、なんかなんかその世代によって言われる年齢とかも結構違う。そうだね、確かにそれはそうだね。でもなんかそういう世間的な意見もやっぱり必ず存在しつつ、そういうの聞きながらどういう風にやっていくかだよねそうなんですよ。もう周りが結構ここ 1,2 年ぐらいで結構結婚したよね、子供いる友達もいるしねわーってなってるけどでなんか今自分が子供を持つのが全然全く想像できない。欲しいけどそのうち。私も子育てはしたいし結婚もしたいけど、今はできませんそうなんか今じゃないできないね、今じゃないね。だから別にすることがね、間違ってると思わないし、それはみんなの選択だからすごいめでたいことをだと思うんだけど、確かに。でもしかもさ、私はなんかコロナになってからさ、まだ無理。なんか確かにいや私も多分結婚とか子育てはまだ無理だなしかもなんかコロナになってからさ、その今まであったようなイベントとかさ、人がみんな集まってなんか初めましてとか、そういう機会もやっぱ減ったじゃん。
だからそうなるとそのまあ出会いっていうのもいつ起こるのかなみたいなのは時々ほわって思うけど、ミリはどう？なんかそういうのあれ考えることある？なんかそうだね。いつでもなん出会うんだろうかなみたいな。結構私の7つ下とか最近後輩が20歳ぐらいの後輩がいっぱい、できて、自分の年齢も上になってきたし、やっぱ学生とかってすごいかわいそうだなって思った。なんか確かに。まだ楽しみをなんか見つけられる年齢、確かに出会いとかはやっぱり前よりはないし、自分自身がこう輝ける場所、例えば本当ライブだったりイベントとかも、できないし、なんかこう粛々と過ごさないといけない毎日だから、なんかそれは結構気分が落ちたりもするけど、なんか青春とかっていう意味では結構、もちろん夏美もそうだろうけどやりきれたしなんかそこまで奪われるとそうそう大人になれなくなったらかわいそうだなというか、確かになんやりきったから暴れるみたいな。そう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 やったじゃん、やっぱ高校生の時とかもそうだし、ね、そうだね。そういう世代の子たちはちょっとかわいそうかなと思う。私たちも結構辛いし、いやもうほんと飲みに行きたいなとか全然思うけど、なんか、でもなんか夏美もそうだろうけど、でも今こういう時の楽しみの見つけ方とか、なんか自分なりの時間の過ごし方とかをやっぱ見つけるのが上手だと思うから、多分私もわりかし得意な方で、全然つまんないし毎日やっぱりなんか周りの目も気になるし、すごい不特定多数の他人に気を使って生きることってとってもストレスだなっていうのはもうこの2年ぐらい、誰に対してとかじゃないじゃん、もう世間に対してみんながお互いに気を使わなきゃいけないって、本当にすごい参ってくるなっていうのは感じるけど、でもその中でこう一人の時間をどう使うとかもそうだし、アイディアが出てくることとか、本当に夏美もそうだし、わりかし私も結構なんか得意な方っていうか、わりかしそうやって生きてきたしみたいなそうだよね、ずっとやっぱミリもすごい自由人っていうか、自由人だからいろんなことやってるしそうねそうなんかそういう意味ではこう50しかできない中での100を見つけるっていうか、今できることのこう範囲の中で生きるこう術を知ってるけど、なんか自分がじゃあこれ20歳の時にとか19、20歳、21とかの時にこの状況だったらなんか結構きついかもと思う。だからある意味よかったって言ったら言い方悪いけど、で私たちが生活してる部分においていろいろやりたいこともやって探したいことやって探してみたいな、そういうのはできてるから、別に悪くないし、別にその周りからのそのプレッシャーとか気にしなきゃいいことだし、なんかやりたいことがあったらそれに向かって突き進んでやっていくって感じかな。ね、気づきは多かった気がするしね、やっぱね。でもそれは本当そう思う。なんか世の中のこう矛盾とかも浮き彫りになってきたし本当それだよね。なんかもう本当いろんな問題が大量に出てきて、いやみんなそれ知らないの、とか話せないのとかっていうのも思ったし、だからなんか徐々に日本社会もいい方向性に動いてるんじゃないかなって思えたらいいよね、今後も。そう思う。これがね、だから本当にこう落ちるだけ落ちることじゃなくて、この時感じたこうジレンマというか矛盾とか怒りみたいなものをちゃんとこうみんなが行動に移すことがすごい大事だなとは思うよね。そうだね。なるほどね。いやでもミリの28が楽しみだな。何やってるんだろう誰かなんかすごい人がいるのかなついに現れる。案外でもなんか多分夏美もさ、こう今土台を作ってる段階じゃん。26っていう年齢ではあるけど、種まき
そうそう、私も本当にそうで、それをこう何年もかけて水をあげてこういろんな栄養を吸って、どんだけこう大きな花にいつなるのかっていうのってさ、もうそんなにすぐできることじゃないし、うんでもそれがこうね、本当に自分がこういい年齢になって多少こう頑張ってお金を稼いだ状態でそうなった時になんかすごい無敵じゃない？うん、いやそれは本当にそうだと思う。なんかやっぱ最終的にお金じゃないじゃん、人生って全て。うんでもまあある程度のそのまあファイナンシャル的なサポートだったりとかっていうものは絶対最低限必要だから、それがある程度作れるベースがあった上で、それでいろんな人とかにもなんかまあ還元できるじゃないけど、一緒に何かできるようなそういうコネクション、周りのつながりだったりとかっていうコミュニティ的な形にいろいろできたら、本当になんだろう、その生きてる上でさ、毎日いろんな人ともインタラクトしてコネクションとか生んだりして、そのなんかすごい自分の人生がすごく価値のあるものになりそうって思いや本当になんかつながりすごい大事だし、うね。それがこうどんどん大きくなっていけるかどうかだよね。いやこれからが楽しみだね。夏美もだから本当なんか形にできる何かイベントとかもそうだし、なんかやっぱ夏美とはまあこれもそうだけどね、いろいろやりたいなと思うわ、そうねそうね。いやミリの恋愛事情も今後楽しみだわ。どんな人と出会うのかな。続報を待っててください。オッケーオッケー。じゃあまた続報もしできそうな時にまた出てください。一生出ないかもしれない、そしたら。いやそのうち多分出ると思うから。オッケー。じゃあ今日はいろいろ長らくちょっとありがとうございました。いやいや楽しかった、全然楽しかったね、また呼んでください。また何かあったら話そう。もちろん、はい、会おう。じゃあ今日のゲストは田中美里さんでした。ありがとうございました。はい。